おはようございます。今日は1月19日午前9時12分。今日は遅めの出発です。もうこのぐらいの時間になると街中でぶらりする分にはそれほど苦にならない気温ですね。現在7度。どこかへ行こうとかそういう目的地があるわけではありませんが、2週間ぶりにフォルツァに乗りたくなったので走っております。 XMAX の2025年モデル、ヨーロッパの方で発表されましたね。でもざっくりしかちょっと情報を仕入れてないのであれですけど、電動スクリーンが XMAX にも装備されるということです。車体デザインは XMAX の方が好みだけど、電動スクリーンが気になって買うのを躊躇していた方には朗報。外観のデザインはもうかっこいいかっこ悪いとかそういうのはもう人それぞれの感覚の問題だからな。コメント欄にもミラーがダセーだの、ライトがどうのこうのね、フォルツァのデザインどうにかならんかななんていうコメントをね見かけますけど、僕はこのフォルツァ MF17、 この二眼ヘッドライト、昔のフォルツァのようにデュアルヘッドライトになったから、それがもう僕としてはもうストライク。あとはこのグレーだね、グレー、パールスモーキーグレー、この色が渋いなと思ってね、ツヤツヤの。このぶっといミラーに関しては最初は今一つだなと思ったけど、今では別に気にならんね。逆にこのフォルツァのチャームポイントじゃないでしょうか。それは言い過ぎですか。でもこのバックミラーとこの電動スクリーン、このおでこにある電動スクリーンが兜みたいでかっこよくないですか。武将の兜のようで。そんなことはないか。フォルツァがかっこ悪いって思う人はもうただ単にこのデザインが生理的に受け付けないのか、この太いミラーがアンバランスに見えてどうもかっこ悪いと思うのか、そんな感じなのかなとたまに思ったりします。かっこいいオートバイ、この3年ほどでかっこいいなと思ったのは ADV150、 XADV、 GB350S、 CRF250LS、 このフォルツァ MF17、 あとはなんだろうな、ホンダばっかになっちゃうんだけど、他のメーカーだとT-MAX はかっこいいと思ったな。 XMAX 今のモデルか、前のモデルも悪くはないけど、実車を見たら現行モデルいいなぁと、かっこいいじゃんと思ったね。シャープで。鈴木も川崎も出てこんの。鈴木の何だったかな、 S
8、違うか。忘れた。車種名が出てこん。川崎か。川崎だと、現行モデルでいいなっていうのは特にねえな。PCX160 もかっこいいなと思ったんだ。新しく出るやつじゃない、一つ前のやつね。あれは ADV150 と迷ったんだよね。キリッとしてかっこいいなと思って。ゴールドウィングもかっこいいですね。昔のゴールドウィングより全然いいよ。まあ免許持ってねえで乗れねえんだけど、バイク乗り始めた頃はホンダ以外でもかっこいいなというバイクはあったけど、ホンダがいいなっていうのでホンダを選んでたけど、なんでホンダ選んだんだ。まあ本田宗一郎の本をよく読んでた。本田宗一郎のというか本田宗一郎に関する本を読み漁ってたのもあるし、あとは当時は F1 でホンダ、マクラーレンホンダアイルトンセナ、ね、そういうのもあったんだろうな。バッハはね、正直そんな最初かっこいいとは思わんかったけど、ライト2つ、二眼ヘッドライト、あれが明るくてツーリングに行くときには良さそうだなっていう、旅用バイクとしてはこれはいいなって。ライトが決め手でしたね。機能美、あと燃費も良くて、まあホンダなら壊れにくいと言われとったんでね。まあ他のメーカーの乗ったことないでわからんけど、バハ以外でいいなと思ったのはツーストぐらいしかなかったんだよな。フォーストが乗りたかったで、ツーストだと KDX とかね、あとヤマハだと DT200、 あの辺もかっこいいなと思った。あとあれだ、 TT250 だっけ、あれは XR よりもあっちのデザインの方が好きだったね。その後に乗ることになったフォーサイトも、その時もヤマハのマジェスティいいなと思ったもんな。でもフォルツァが出て、フォルツァかっけーってなったで、まあその後はあんまりバイクも通勤用にしか買ってなかったからな。デザインは二の次みたいなところはあったね。だからずっとホンダに乗ってきたから、もうなんかホンダへのこだわりが、一度まあホンダ以外も乗ろうとした時はあったけど、通勤用のアドレス V125、まあその時は納期の問題で買うことはなかったんだけど、もうここまで来ちゃうともうずっとホンダでいいかっていう感じもあるな。まああとどれくらいバイクに乗れるか、バイクを買い替えるかわからんけどな。そんなに金がねえ。 ADV150 CRF フォルツァとちょっと短いスパンで買い替えちゃったよな。ここはバイクでも通勤に使っとったし、あと電車で行く時もこの辺走っとったよな。電車でな、夜勤に行く時は憂鬱だったな。夜勤行く時は行きが憂鬱なんだよな。
帰りは朝が気持ちいいんだけど、なんでこんな夜に働かなくちゃいけねえんだっていう思いがだんだんと出てくるんだ。なんだかなーっていう。お、カーブダックスもあった。あそこのバイク屋は昔からあるな。おお、しょあ、今日やっとるんか。あ、中京競馬開催ってなっとるね。2回じゃねえか、1回だけかな。中京競馬場行ったことある。30年以上前だな。この辺走ると思い出すな。昔自転車で旅をした時に、最終日はもう夜遅くここを走ったんだよ。夜遅く走って牛丼食ったんだったかな。あ、レッドバロンまだあるね。赤男爵。確かここのね、吉野家で昔からあったと思うんだけどな、牛丼を食べたような気がする。この辺はどうなんだ。マックはこんな感じだったかな。以前あったマック、もうちょっとマックこの上の方にあったと思ったけど、ずっと1号線走っとってもおもろないで、ちょっとこの辺曲がってみるか。ぶらりうろうろ。ここはなんだ、わかんねえ。まだ家にあるんだ。結構密集しとるね。お墓もあり。ここ右行こうか。ちょっと迷い込んだけど。おう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 。ここも昔の通勤ルート。まあ、帰り道だな、主に。行きでも使ってたけど、帰りはその日の気分でルートが少々変わっとったでな。お、そうそう、この公園もな、覚えてます。ここはセブンイレブン。昔は違ったかもしれん。でも昔もこの辺は開けたとこだったけど、ガソリンスタンドとかコンビニはなかったよな。このまままっすぐ行くと中京競馬場のあたりを通ると思うんだが、こうやって走るだけでも気分転換にはなるんで、家に閉じこもって寝っ転がっているよりはこの方がいいね。バイク置き場もあるんだ。中京競馬場。お、XMAX が止まってます。XMAX じゃねえわね、TMAX だ。
今はどっかに通じるようになっとるんかな。左行くと有松駅か。まっすぐ行けば国道302号に出るようになっとるね。こう右へ行って国道302号行きましょう。なんか気持ちいいな。スカーンと空は広い。ついついスピードが出ちゃう感じの道路は、路面の状態はよろしいね。滑らかな感じ。変わり映えしない景色。退屈か。俺退屈か。こういう道路は分かりやすいわな。そのままずっと走ってきゃいいんだね。まあ特に面白い話があるわけでもなく、ただ単にぶらっと気晴らしに街中を走ってみました。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。お、山が見える。あの山はなんだ。